おはようございます。めぐかみたいちです。今日はフォンドボー、子牛のだし汁を紹介します。フランス料理といえばソースを作る時には必ずと言ってほど使うフォンドボーです。これを詳しく丁寧に説明していきたいと思います。動画の中でいくつか重要なポイントを挙げていきますので、見逃さないように最後まで見てください。それでは始めましょう。今回用意した骨ですけども、背骨の部分とあとあばらの部分ですね。部位でいうとコートドボー、ロンジュドボーの塊をデゾッセ、下ろした後に出た骨のを使っています。げんこつとか言われる関節の部分を使っても構いませんけども、それだとゼラチン質ばっかり出て味があまり出ません。なので今回は背骨の部分とあばらの骨の部分を用意しました。もちろん骨を並べる前にオーブンは180度にきっちり温めておいてください。オーブンが熱くなっているのを確認したら、冷たい鉄板に骨が重なり合わないように丁寧に並べます。この時オイルは一切かけていません。オイルをかけなくても子牛の骨から脂が出てきます。それでロティができます。オイルを最初からかけてしまうとオイルが先に焦げてしまって嫌な味がフォンに残ってしまいます。180度のオーブンでじっくり焼いていきます。今これで45分です。もうちょっとしっかり色がつくように焼いていきます。それからもう1時間、トータル1時間45分焼いています。このような感じでしっかりとロティされた状態になりました。ここでひっくり返して裏の面もきっちり焼いていきます。ここで重要なポイントです。骨を焼く時ですけども、考え方としては茶色いフォンを取りたいからよく焼くのではなく、素材のうまみをキャラメリゼさせて美味しくロティした結果フォンが茶色くなると考えた方が最終的に美味しいフォンドボーが取れると思います。ここで全体的にきれいに骨を裏返してもう一度オーブンに入れます。さらに1時間ロティしてトータル3時間弱です。このような感じにきっちりと全面がロティされています。このロティされていることによって子牛の骨肉がきれいにキャラメリゼされ、うまみが最大限に引き出されています。こうすることによって美味しいフォンドボーが取れます。鉄板の底に残っているのは子牛から出た油ですので、それは入れずに骨だけをまず鍋に入れていきます。今回この鉄板が黒いのちょっと分かりにくいですけども、油が焦げていないですし、うまみがついています。このうまみは後で剥がしますので、まずデグレッセ、油を取り除く作業ですね。油をきれいに取り除いて、その後にデグラッセ、うまみを剥がす作業、水を入れて鉄板についているうまみを丁寧に剥がしていきます。もちろんこの時焦げている部分があればそのうまみは剥がさずに気をつけてください。少しでも焦げた部分が入ってしまうと仕上がりに違いが出てきます。このような感じできれいに鉄板全体のうまみを剥がしてそれを鍋に入れます。今回の骨の量はトータルで5キロぐらいです。水をひたひたに入れて火をつけます。沸くまでは強火、沸いたら弱火です。沸くまでは強火で一気にアクを出していきます。ここで重要なポイントです。最初に一沸きして出たアク、この1回目のアクはまず素早く取ってください。このように、網とかルーシュですねなどを使って素早く1回目のアクを取ってやります。この時見てもらったら分かりますけども、まだ油が残っています。油は取らずにそのまま火にかけておきます。少し見にくいかもしれませんけども、油の部分が今乳白色になっています。これは最初デグラッセした時にうまみ汁が中に入り込んで乳化している状態です。これを1時間ほどミジョテ、ポコポコという火加減で炊き続けると油がこのように透明になります。
透明になっているということは中に入っていたうまみ成分が全て液体の方に移っているので、この状態になってから油は取ってください。油が取れたらここでガルニチュールアロマティック、セロリ、人参、ブーケガルニ、ニンニク、玉ねぎを入れます。今回は焼かずにそのまま入れます。なぜかというと焼いてしまうと炊いてる間に煮崩れてフォンが濁ったりしてしまいます。なので今回丸のまま、あと炊く時間が長くなるので丸のまま入れて一緒に炊いていきます。ブーケガルニは他に動画がありますのでそちらを参考にしてください。これで4時間また経ちました。トータル今5時間火にかかっている状態です。このような感じに骨からうまみが出てだいぶ出汁が茶色くなってきています。このような感じにポコポコという未蒸手の状態を保ちながら火にかけていきます。ここで、ボコボコと沸かしてしまうと油がフォンの中に乳化してしまいます。なのでそれを避けるために常に未蒸手ポコポコという状態を保ちながら火にかけていきます。トータルこれで6時間火にかけましたのでパッセこしていきます。このような感じに野菜も煮崩れることなく丸のまま残っている状態です。まず大きめの粗いざるでまず1回パッセこしてから最後細かいシノワでもう一度こします。この時あまり押さなくても構わないです。押しすぎると余分な野菜のピューレ、肉のカスが出てしまいますので、この時はざっとこして最後シノワ炒め細かい網でさらにもう一度こします。本来だとこのままレデュイ煮詰めていきますけども、丁寧に説明したいのでこの状態のまま冷やして一晩冷蔵庫に置いておきます。一晩経った状態です。上に溜まっているのは油ですね。フォンを取っている間になるべくきれいに油を取り除いていましたけども、やはりこんだけ油が残っています。なので冷蔵庫で冷やすことによって油が浮いてきますので、この方が作業がとてもしやすいです。ここできっちりとできる限り油を取り除いて再度フォンドボーを仕上げていきます。丁寧にきっちり油が取れたら鍋に移してレデュイ煮詰めていきます。この時きっちり油を取ってやるとまたよりきれいな美味しいフォンドボーが取れます。鍋のサイズはちょうどいいサイズを選んでください。また理由は動画内で説明します。それでは火にかけてレデュイ煮詰めていきます。レデュイする時横にはエキュモア、アクを取る用の網、あとパンソですね、ハケを用意してこのままレデュイ煮詰めていきます。まず沸くまでは強火ですね。このように沸いたらまずアクを取る。少しのアクでもいいですけども常に取ってください。でその後このハケを使って縁をきれいにしてやります。この作業非常に大切です。先ほど言いましたけども鍋のサイズが重要な理由はここにあります。もしこの鍋が大きすぎて縁の面積が多くなればレデュイ煮詰めてる間にフォンが縁にこびりついて焦げてきてしまいます。なのでこのような感じに焦げる前にハケ、パンソを使ってこのうまみをきれいに剥がしていきます。この作業はとても大事です。このまま放っておくと焦げてきてしまって嫌な苦みがフォンに移ってしまいます。なので焦げる前にこまめにハケできれいに掃除しながらレデュイ煮詰めていきます。このような感じに煮詰まってきたらハケを使ってきれいに縁をきれいにしていきます。今回は5キロの子牛の骨を使いました。最終的にフォンが 500g できます。500g ぐらいまで煮詰まったら再度シノアファン裏ごします。煮詰める濃度の目安ですけども味が十分出ているのであとはそれぞれシェフの好みだと思います。だいたい5キロ作って仕上がりが500のフォンドボーなのでだいたいこれぐらいまで煮詰めておくとあといろいろな用途に使いやすいので私はこれぐらいまで煮詰めて置いておきます。
もちろんこのようにパッセした後綺麗な澄んだフォンドボーですねが出来上がりました。今回フォンドボーを取る上で重要な点が3つあります。1つ目は骨をきっちり焼き切るということ、うまみを十分に引き出すということですね。2つ目は極力油を取ってやるということ、油があって沸かしてしまうと乳化してしまいます。あと最後に煮詰める時は丁寧にその都度液目アクを取りながら縁をきれいにしながら煮詰める、この3点を注意して取れば美味しいフォンドボーが出来上がります。またこのフォンドボーを使っていろいろと美味しいソース料理を紹介したいと思います。あと以前にも上げた動画にフォンドボーを使っている動画があります。ぜひこのフォンドボーを使って美味しい料理を作ってみてください。それではお疲れ様でした。ボナペティー。